車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。シエンタの2026年商品改良について、今回もね、推論をたくさん含んでいきますので、皆様もどうぞ一緒に考えてください。では、まずは気になる価格から。中心であろうハイブリッド G が283万円、ガソリン G が248万円。改良前と比べた値上げ幅は、多くのグレードで8万円アップします。E4、4WD に関してはもう少し上がり幅が大きくなるのですが、これは寒冷地仕様が標準装備化された分が含まれているようです。プラス20万円程度が目安です。続いて装備の変更点。まずガソリンのグレード Z から。ハンズフリーパワースライドドアが廃止される見込みです。足を車体の下にかざすと、スライドドアがウィーンって自動で開く機能です。ハイブリッド Z には残る見通しで、ガソリン Z だけ削られるという形になっていました。もう一つ大きいのが、グレード G のコンフォートパッケージがオプション設定から消える点。シートヒーター、ステアリングヒーター、それから静粛性を高める遮音ガラスなどがセットになったパッケージです。では、細かい変更点をさらっとまとめていきます。ドアミラーが全グレードでブラック塗装に統一。ボディカラーは赤系やベージュ系がなくなってツートンカラーは廃止。代わりに新しいお色が2色追加される予定です。あとはスマホを鍵にできるデジタルキーやバックモニタークリーナー。これらもメーカーオプションから外れます。パワートレインやハイブリッドシステムなど大きな部分は据え置き。装備が減って価格は上がる。この事実が何を意味するのか、次の章からじっくり掘り下げていきます。2つ目のコーナー、2025年は攻め、26年は守り、トヨタは何を優先したのかっていう話です。2025年はユーザーのためというか、装備がいっぱい追加されて、2026年は自社利益のため、トヨタがどちらを優先しているのかっていうのがね、今回もちょっと明確と言えます。興味深いことに、2026年のホンダは、購買層に寄り添う形で、そんな姿勢を見せていきました。もちろん、ホンダだってね、今までにバンバン価格を上げてきた。今度はトヨタがその順番ということもできる。2025年8月の商品改良でシエンタは、電動パーキングブレーキとブレーキオートホールド、これらを全グレードに標準装備しました。ライバルであるホンダのフリードが、フリードにあってシエンタにない装備と言われていた最大の弱点を埋めてきた判断ですよね。値上げはやっぱりありましたけれども、装備が良くなったので、納得したユーザーも多かったはずです。ところが2026年の改良はちょっと違う。ボディカラーが整理されて、ドアミラーはブラックに統一されて、G グレードのオプションが減って、ガソリン Z の大きな装備が減って、さらに値上げと、使いやすくなったとか快適になった、お得になったと言えるような進化がどこにもね、見当たらないです。ここから読み取れるのは、トヨタが今回優先したのは自社の利益と生産効率、そしてシエンタが今でも大人気ということ。シエンタって年間10万台規模で販売され続けるトヨタにとっては大事な車種。順番待ちほどの人気車だったら、もう装備を削っても値上げするというのはね、企業の経営判断としては当然かと思います。ただ、それを実行しやすい環境が整っていたこと、これがね、ありますよね。フリードの勢い低下というのもありますし、ライバルの勢いが落ち着いているタイミングは、値上げをしてもユーザーが逃げにくい。文句を言ったところでね、もうどうしようもない、買うしかないといったところになってきていますから。なので、ライバルメーカーがね、ちょっと頑張ってほしいなっていうのが本当のところ。で、トヨタが守りに入って、ホンダが攻めに転じる。これがね、数年前とは逆の構図になっているのが、このクラスで今起きている面白いところです。では次は国民車としての期待。2026年のトヨタは、ノアボクシーでガソリンモデルを廃止して、これによって価格は大幅に上方にシフトしました。
そういうこともあって、安くて大きなミニバンという選択肢がなくなってきた。自分が一番引っかかっているのはシエンタの立ち位置。このシエンタっていうのが過不足ない実用性を安価に提供する、そんな国民車的なミニバンだったはずです。トヨタが本気を見せてくれて、今までもやっぱりシエンタって安い立ち位置でした。安い方向性を続けてくれれば他社も追随せざるを得ない。フリードもね、もうこれ以上価格を上げずに今のポジションをキープせざるを得ない。ほんとね、シエンタが国民車だったからこそ、他のメーカーも価格帯をキープしている。もしくは上げる限度というのが見えてくるはずです。だからといって、今回のシエンタを悪い改良とか言ったらね、もうそこで話が終わっちゃう。次のコーナーでは、生産時期が進んだことによる利点を考えています。では、第3章。それでも後期型には価値があるという話になっていきます。視点をガラッと変えると、2026年式のシエンタには、カタログに出てこない大きな変化があり得る。あり得るですね。もう目に見えないところなんですけれども、いわゆる外れ個体を引き当てる確率がぐっと減るタイミングに入ってきているんじゃないかと、そういった視点からのお話です。同じ車種で同じグレード、同じタイヤを履いた車であっても、実際に乗ってみると微妙にフィーリングが違うことがあります。ステアリングを握った時の落ちとか、あとはビシッと走る直進性とか、内装から出てくるね、ビリビリとしたイオンとか、あとはブレーキのフィーリングなんかが違うことも結構あるんですよね。実際は温度変化とか、車にもたらす要因って他にいっぱいあるんですけれども、結構ね、同じ日に乗ったとしても、もしくは同じ時間帯に乗ったとしても違いがあることがある。もうほんとね、同じ名前の車でもね、一緒じゃなかったりします。なので、レビューにおいてはね、もう最低限何年式のっていうのが大事になってくると自分は思っています。それこそグレードよりもね、年式の方が大事と思っているぐらい。で、4年経過したシエンターですと、この個体差というのがぐっと小さくなる熟成期、そういった感じで熟成期に入っているとも考えられます。一般的に後期型は熟成されているっていうね、話はもうよくされます。ではそれが何なのよってところで触れていきます。乗り心地や静粛性が一段向上して、車の能力が、性能がぐっと上がるようなね、イメージにも聞こえますけれども、でもね、自分は違うと思うんですね。実際に大きいのは、平均点が上がるというよりも、最低点が引き上げられることだと思っています。ちょっと数字出してみますね。初期型が平均80点だとして、個体によって75点から85点のばらつきがあったとする。これが後期型になると、平均点自体は81点程度だとしても、ばらつきの幅が79点から83点に収まるようになってくる。いわゆる最頻値ってやつがね、すごい狭いところに集まってくる。ユーザーとしては、平均性能が少し上がるよりもね、それよりも残念な個体を引くリスクを減らすことの方が、この方がよっぽど安心で、ずっと価値がね、高いはずだと思っています。外れなんて引いたことないわよって方は、もう何の工場でもいいです。どんな商品でもいいから、工場の様子を調べてみてください。きっとね、思っていた常識が変わります。ではなぜこういった現象が起きるのか、車に絞って推論していきます。形や設計が変わらなくても、4年間作り続けるだけで、現場にはデータとかね、見えないノウハウ、蓄積されていきます。組み立てにくい場所とか、作業ミスが起きやすい場所、品質がばらつきやすいパーツ、作業手順が見直されて、工具が改良されて、検査項目も追加されていく。例えば、ボルト1本締めるにしても、その締める順番を変えていくだけで、走行中の嫌なイオンが消えることもある。あとは、配線を止める位置をちょっとずらすとか、そういったところでね、カチャカチャした音が収まることもある。組み付けの精度と検査のレベルが上がることで、
完成車の品質が安定してくるっていうのがね、考えられます。こういった部分がね、カタログに載らないこっそり良くなる部分。今挙げた以外でも、小さなフェルトを1枚挟み込むとか、固定用のクリップの形が変わるとかね。で、あとは、プログラム的な部分。ハイブリッドシステムやブレーキの制御プログラムも、今ほんとね、デジタル的なね、プログラムによって、あれこれ変わる時代になってきました。加速が良くなったっていうのはね、排気量が一緒だったらありえないんですけれども、アクセルを踏んだ時に滑らかさとかね、自然さっていう部分が進化したりとか、それはハンドルでもそうだし、ブレーキでもそう。結構ね、その質にこだわる方にはね、すごく効いてくるのが、この熟成という言葉の意味だと思います。じゃあ今度はね、ちょっと逆の部分から。良い面だけを見て、後期型だから無条件に熟成だって断定するのはちょっとね、早いです。裏では同時にコストダウンも進行しているというのが、よくある話。わかりやすいのが新車時装着タイヤ、いわゆる OE タイヤ。同じ銘柄名であっても、自動車メーカー専用の特別仕様になっていて、市販のタイヤとは中身が違います。これもね、大多数ぐらいに思ってください。実際同じものもあります。で、そんなタイヤがね、仕様が生産途中で見直されて、ゴムの配合とか構造がこっそり変更されるなんていうこともね、あります。サイズも銘柄も一緒なのに乗り味が微妙に変わる。これはもちろんね、カタログには載ってこないです。で、同じようなことが内装の裏側に貼られている吸音材とか、あと分かりやすいところでね、ボディカラーの数とかもね、そうです。吸音材の面積や厚みっていうのは、外から見えないため、ユーザーからは気づきにくい。結果、よくね、行われる改良ともね、言われています。で、つまり後期型っていう話ですけれども、こっそり熟成されて良くなる部分と、こっそり簡略化されて削られる部分が一台の中で同時に進んでいる状態と、イオン対策でフェルトが追加される場所がある一方で、どうでもいいというか、効果の薄かった部分の吸音材が削られると、あとは制御プログラムが洗練される一方で、好きな色が選べなくなってくるとかね。片方をどっちかだけ取って後期型で良くなるとか後期型で悪くなるっていうのはちょっとフェアじゃない。トータルで考えたらトータルでは良くなっているんじゃないかなと自分は思っています。で、あとはね、後期型っていう言葉そのものが時間が経っているから良くなっているはずだと、そういう安心感を自分たちに与えてしまう心理効果です。もうその無条件にね、どうだ、こうだって判断するのは、ちょっとよろしくないかなっていうのはね、いつも思います。本当気になったらね、工場の様子とか、あと生産の裏側の話とか、推論だけだったらいくらでもできる時代になりましたので、調べてみるとね、すごく楽しくて、時間を忘れてきっと調べちゃうと思います。で、まとめるとね、外れを引かない安心感。この外れ答えに当たる確率が下がってくれているとすると、8万円という値上げはね、大したことないというか、それ以上の価値があるってというか、外れ確率が高くても良いんだったら、そもそも中古車という選択肢がありまして、外れを引く確率が低いことが新車の魅力とも言えます。では4章。ネットの反応に物申すというコーナーいきます。ここはもう 100% 自分の意見なので、思ったことをね、ズバズバ口に出していきます。もうほんとね、勝手に自分が思うことです。6選のうち、今回はね、ポジティブが1選しか見つからなかったです。もうそれも一生懸命探してね、やっと見つけたコメント。で、残りのコメントはネガティブよりが5選になります。じゃあ1つ目いきます。予約開始後に即2026年夏改良型シエンタを注文したけれども、納車はまだまだ先。なので待ちきれず、洗車の勉強ばかり最近してる。この納車楽しみですよね。車は道具であると同時に友達でもある。相性をつけてね、シエンタちゃんなんて呼びたくもなるでしょうし、
触れ合う時間が長くなるほど愛着も深まります。もう本当友達と一緒にいるような感覚ですからね。でね、洗車の勉強もすごく楽しいでしょうし、もう一つ提案したいのは乗り方の勉強。すでにお詳しい方かもしれませんけれども、運転に不慣れな方や上手くなりたいと思われる方は、ぜひ自分たちのね、過去の動画、その他の動画をご覧ください。車に合わせたハンドルの握り方や着座姿勢、ハンドルを切る時の切り方とか切り始める場所とか、アクセルの踏み方までどういうのが合っているのかと言語化しています。これによって車のことを考える時間が増えて、運転中に退屈しないです。退屈しないです。あとは、隣に女の子を乗せた時に喜んでもらえて、またこの人の隣に乗りたいっていうね、そう思ってもらえることがすごく大きい。どうせ運転するんだったら上手って思ってもらいたいでしょうってことで次行きます。二つ目のコメント。シエンタ2026年モデルには期待していたけどがっかりだね。色は減るし機能の何の追加もなくて6万円値上げのみ。どうしても今すぐ買う必要がある人は、10万円の値引きを要求して、待てる人は来年に期待ですね。っていうコメントでした。ここからは厳しい話の連続です。心して聞いてください。ということでね、今回トヨタが売りたくて変更してきたわけではないので、メーカーからディーラーへ値引きの原資となるインセンティブが配られる可能性は低いと。メーカーが売った車に対してディーラーにお金を出して、それが値引きの原資になることがありますけれども、今回は人気のシエンタで納期も伸びている車。変更点では省かれる点が目立って価格は上昇。このことから推測できるのは、特別なインセンティブはなくて、ディーラーが値上げ分を吸収してくれることを期待するしかないということになってきます。ついでに言うとね、来年はさらに上がるかもしれないので、どうせ買うなら今年の方が良いかもしれませんですよって付け加えさせてください。では3つ目。シエンタのマイナーチェンジ発表されたけど、色は減るし選択可能なオプションも減るし、完全な解約で6万円値上げ。値引きゼロだったら見送り。最低10万円以上で交渉。早ければ来年モデルチェンジだから妥協しないことっていうコメントでした。トヨタがね、これから1台のモデルサイクルを9年にすると発言したことがあります。全部の車でそうなるかっていうのはちょっと未知数ですけれども、シエンタが来年のフルモデルチェンジというのは言い切れないんじゃないかなと思います。来年で5年目ですからね。で、価格については、さっきの話と一緒。値上げに関しては、そのお金がどこに行っているのか、推測を述べたいですけれども、すいません、とりあえず次行きます。では、コメント4個目。なんかシエンタが商品改良するらしいけれども、羨ましいって感じではなくて、半年前に納車した側からすると嬉しい。先に納車された方が、良かったって、先に買っといて良かったっていうコメントですね。そうだね。これは本音ですよね。やっぱり自分が下した決断は良かったと思いたいものですし、実際に今回は誰が見てもそう感じられる。特に2025年の商品改良は変更が大きくて、実用的な機能の追加があったので、本当ね、大成功と言えるんじゃないかと、自分からも素晴らしい決断でしたよねって賛辞を送らせてください。では、5つ目のコメント。先ほどシエンタの見積もりが正式に可能になりましたと、トヨタの営業所から電話がありました。昨年モデルに比べたら、機能のアップはなくて、色も減らされて、予約状況は悪いそうです。この流れだと必ず値引きが始まるでしょうから、まずは10万円値下げから交渉開始。皆さんどうでしょう？ 10 万円値下げが普通だよみたいな感じで続いてますね。なんでこんなに同じ10万円って数字がどっから出てきたんだろう？紹介されてるのかな？このコメントを見てね、10万円引きが当然だよって感じでディーラーに行く人がいらっしゃるでしょうから、そこはちょっと警告をさせてください。
問答無用で10万円下げるように伝えてください。ネットにこう書いてあるって言ったらね、営業マンは聞く耳を持たなくなります。しょうがないね。もう人対人だからね。もうちょっと言うと、これはお客様であってお客様ではないという意味にもね、つながっていきます。ディーラーって整備や車検で収益を上げる構造になっていて、車を売った時に値引きやサービスをつけるのは、もうそれは後々のためと。そんなビジネスモデルです。2年後、3年後も関係をよく保ち、得をして、さらに5年後に売れ残りや予約キャンセルがあった時に、大幅値引きの車を紹介してくれるかどうかまで考えると、10万円にこだわるのはね、得策とは言えないんじゃないかな。ディーラー行ってね、自分ものは5万円程度は引いてくれるんじゃないかと、何も言わなくてもね。で、その時に提示された金額や営業マンとか、あとは店長の態度を観察して、で、裏でこっそり AI に相談して、で、交渉するのは次の回からにされるのがよろしいかななんてね、思います。では、コメント6つ目。今年のシエンタは解約。昨年より色や機能が減らされて、価格だけ大きめに値上げされる。仕方ないけどまた値上げの話だね。じゃあ今度は何のために値上げされているかっていうのを考えてみましょう。現在は原材料費や為替の関係などが言われていまして、そのあたり少しはね、自分も認識している。詳しくはないけれどもね。そこで視点をずらして、週刊誌的な面白いネタというのも頭に浮かびます。例えば、国会議員が月に50万円給料アップとニュースで流れるでしょう。皆様はそれを見て、どんな感想を持ちますか？議員はライバル企業がいなくて、月に支出や従業員の給料を決められる会社と言い換えることもできる。日本人全体の給料が上がって、世界で高い競争力を保ち続けることは理想だけれども、物価や安定とか、あとは貨幣価値の安定が一番という考え方もある。お金の価値が一定で物の値段が下がった方が進歩ともね、言い換えできる。じゃあ自動車業界ってどうなっているのよと。ここはね、これ以上口にしたくないので、想像してみてください。以上、車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。